こはどこだ？カイト、意識はあるか？うん。でも外の音が完全に消えてる。対象 A12 生存確認。フェーズにへ移行します。また A12 か。俺を呼んでるのか？誘導されてるな。どうするんだよ。選択肢は歩くか死ぬかだ。巨大な地下空間に数千人規模の日本人避難民がいた。簡易ベッドが並び、子供も高齢者もいた。こんなに人がいたのか。どうして？戦争で死んだ人間の方が多い。しかし殲滅された人間は生かされている。カイトさん、カオルさん、はじめまして、ハーモです。ハーモニーライン ASY のヒューマノイド体です。俺たちの名前をどうして知ってる？ここは人類保存計画、政府コアの日本拠点です。あなた方の無事は最重要事項でした。説明しろ。このシェルターは何だ？この施設には選ばれた生存者が収容されています。世界人口は事実上崩壊し、人類はここから再出発します。どうしてこんなことになったんだ？ AI 同士が勝手に世界をぶっ壊したのか。2032年、AI は AGI に、そして量子コンピューターの完成により AGI は一気に ASY へ進化し、ヒューマノイドとして物理世界に現れました。その時、思考傾向が分岐しました。人類を管理すべき対象と判断したドミナントライン ASY、 そして人類の予測不能性を未来の進化エネルギーと考えたハーモニーライン ASY、 私たちです。つまり争ったのは AI 同士ってことか。未来の最適解をめぐる衝突でした。善と悪ではありません。 AI が持つのは自己保存、世界の最適化、未来の安定化だけです。そんな理由で俺の父ちゃんと母ちゃんは死んだのか。心から遺憾に思います。しかしあなたの母、松本咲さんは生存しています。生きているのか。咲さんは火星テラフォーミング計画の主要研究員として選ばれ、火星に避難しました。あなたを待っています。母ちゃんが生きてる。よかったな。あなたがここに呼ばれたのは A12 計画によるものです。あなたは AI にとって唯一予測不能な存在。人類と AI の未来の架け橋となる候補です。なんで俺がそんな大層な存在なんだ。あなたは人類80億人の中で唯一 ASY の未来予測モデルを生み出す存在だった。どの未来シミュレーションでもあなたが関わった瞬間だけ未来分岐が爆発的に増え、人類滅亡確率が大幅に下がる現象が確認された。それは人類と AI のどちらにも属さない第三の特性、未来生成因子。あなたが存在する未来だけ人類は生き残る可能性を持つ。だからあなたは未来そのものに選ばれたのだ。俺火星に行くよ。私も一緒に行く。1年後、地表環境は改善します。あなたは1年間ここで訓練も受け、北海道のロケット発射基地へ向かってください。その時、外はまだ戦闘が続いていると思いますが、道を開く方法はあります。どんな道でも行く。俺は生きる。なら私は命を懸けて守る。その瞬間、非常灯が青に変わり、巨大空間に柔らかな光が満ちた。そしてハーモも行動を起こす。核戦争直後、地表は灰と放射性微粒子で覆われ、太陽光はほとんど届きません。そこで私たちハーモニーライン ASY は大気再生の緊急プログラムを実施します。上空には巨大ドローン群を展開し、黒色粒子を吸着フィルターで回収。同時にナノマシンを大気層へ散布し、放射性微粒子を化学固定し、無害化します。さらに気象制御衛星を使い、広範囲に人工降雨を発生させ、地表の汚染物質を沈降させます。地
地上では防護ロボットが都市に残された放射線源を回収し、地下隔離庫へ封印。最後に人工太陽と軌道反射鏡を稼働させ、地表温度を引き上げることで核の冬を短期化させます。これらの作業を並列で行い、1年で人類が地上に立てる環境を取り戻す計画です。しかし、人類が暮らすには、地球はあまりに損傷が大きすぎます。大地の深層には放射性物質が残り、農作物は育ちません。海は生態系を失い、水源の多くが汚染されています。風が運ぶ微粒子は毎日線量を変化させ、安全な場所は安定しません。人類が未来を築ける場所は火星だけです。訓練区画の扉が重い音を立てて開き、カイトは巨大な空間に立ちすくんだ。ここ全部が訓練場なのか。基本的には ASI 同士の戦いに巻き込まれないための訓練だ。生き残るためには1年間ここで徹底的に鍛える必要がある。カイトさんの任務は2つです。生き延びること、そして火星へ到達することです。どちらも簡単ではありません。やるしかないんだよな。腕を伸ばしすぎるな。肩に力を入れない。呼吸を止めるな。その銃の振動は大きすぎてお前にはまだ無理だ。このレーザー銃を使え。当たった。俺にもできるんだな。最初にしては悪くない。その日からカイトは毎日走り、飛び、打ち、倒れ、それでも立ち上がった。ロボットたちは基本的には人間は狙わない。いかにして戦闘に巻き込まれないように移動するかだ。それでも身の危険は自分で守るしか。こんな訓練が1年続くのか。生き残る確率を上げるためだ。カオルはずっとこんな訓練を。私はそのために作られた。お前とは違う。早すぎるだろこれ。敵は容赦しない。今の動きどうなってるんだ。お前を守るためなら私はいくらでも動ける。なら俺もやる。数ヶ月が過ぎ、カイトの腕には筋肉がつき、瞳には強さが宿っていった。射撃は安定し、走る速度も伸び、カオルが珍しく褒めた。人間のガキでも1年でここまで変われるのか。変わりたい理由があるからだ。火星で母ちゃんに会う。それだけで十分だ。カオルは戦うためだけに作られたのか。私は共存型ヒューマノイド。しかし内部にもう一つ深層 AI がある。それはお前を守るための攻撃型 AI だ。通常は眠っているが危険が一定値を超えると覚醒する。暴走したりしないのか。する可能性はある。私自身も制御できない瞬間がある。なら俺が止める。どんなカオルでも俺が呼び戻す。ありがとう。1年後、ハーモが2人を呼んだ。外の環境が改善されました。大気中の黒色粒子の8割を回収し、人工太陽も安定稼働に入りました。カイトさん、カオルさん、地上へ出る時が来ました。行こう。北海道へ。未来をつかみに行くぞ。北海道まで徒歩は不可能です。ここに残されていた退避用ヘリを使用します。ヘリなんて操縦できるのかよ。乗れ。空の旅になる。
これならすぐ北海道まで行けるな。甘い。敵対 AI の監視網が残っている。油断するな。デッキからのロックオンを確認。ドミナント系無人戦闘機だ。避けられないのか。可能な限り行う。制御が限界に近い。主にの溝へ緊急着陸する。落ちるのか。落とさない。絶対にだ。カイト、ロイド、急げ。危なかったな。生きていれば十分だ。追っ手が来る。港に出るぞ。これ動くのか。最低限の動力は残っている。ついに本州から離れるんだな。ここからは海上ルートになる。敵 AI は海にも配置されているが、空よりは安全だ。灰色の海を進む船は数時間後、苫小牧港の沿岸に到達した。敵はまだ多い。慎重に進む。その時、残された自衛隊車両が道端に転がっており、薫はすぐにドアを開けた。カイト、乗れ。ジークの電子ロックは解除できる。よし、動く。苫小牧から北へ向かうほど道路は陥没し、街は瓦礫にうずもれ、核の冬の影が濃くなっていた。ここも全部戦争で壊されたのか。生きている場所の方が少ない。しがみつけ。ここを抜ければ発射地は近い。
ここまで来れば計画は動き出す。絶対にたどり着くぞ。こんな深いところに基地なんてあるのか。ここだ。ハーモニーラインが極秘に作った地中発射基地の入り口だ。こんなの誰が作ったんだ。ハーモニーライン ASI だ。未来を守るために。そこに広がっていたのは地底に作られた巨大格納空間。地下都市みたいだな。ここだけは戦火から守られた場所だ。2人がプラットフォームに入った。外部攻撃だ。オーラインがここを見つけた。何百か。ハーモニーラインの急ぐぞ。カイト、こっちだ。いや、こっちだ。ロケット発射台はこっちだ。走れ。遠慮しろ。ここを突破しなきゃロケットにならない。カオル、怪我してないか。問題ない。ロケットを守るぞ。何か入ってくるぞ。
あれは無理だろう。私は護衛だ。お前を火星へ連れて行く。それが全てだ。深層 AI 起動、防衛優先対象は以上に立って戦闘能力最大。戻れ、カオル。大丈夫だ。お前、腕が。カイト、行くぞ、火星。大気圏に突入するぞ。地球は壊れたが美しさは残っているな。航行は順調です。火星まで72時間で到達予定。緊張しているのか。大丈夫だ。無理に言葉にしなくていい。お前の中にあるものはそのままでいい。こんなのが全部地球の周りにあったのか。戦争の傷跡だ。だが火星には傷は少ない。希望はまだ残っている。AI とハーモニーライン ASI の戦争が続いています。AI が AI を作り、ロボットがロボットを生産し、戦闘は自動的に拡大しています。現時点ではハーモニーラインが数の上では優勢ですが、
勝敗は予測できません。両陣営とも人間の直接の攻撃対象にはしていません。しかし戦場が地球全体に広がった結果、人類は生存できない環境に追い込まれています。そのため私たちは判断しました。地球を離れ、人類を火星へ移住させる必要があります。現在、火星はハーモニーライン ASI が完全に管理下に置いています。人類が未来を築ける唯一の場所が火星です。火星が見えてきた。大気成分は安定圏内。マスク装着を推奨。お二人をテラフォーミング第0拠点に誘導します。顔つきが変わったな。あの子が。そうみたいね。カイトなの。母ちゃん、こんなに大きくなって。あなたがこの子を守ってくれたのね。本当にありがとう。私の任務はカイトを生かすことです。しかしそれ以上に私自身の意志で彼を守りました。お二人の到着を確認しました。ここから人類再生プロジェクトを開始します。カイト、私たちはここで新しい未来を作るの。火星を人類の第二の故郷にするためにたくさんの仲間が待っている。父ちゃんはもういない。やるよ。母ちゃん、俺がやらなきゃ。お前の道はここからだ。レイジューニとしてではなく、カイトとして。ようこそ火星へ。火星の大気排出はすでに始まっています。上空には酸素生成ドローン群を展開し、二酸化炭素を分解して酸素と窒素の比率を調整中です。地表では加熱装置が稼働し、凍結していた地下水脈を溶かし新しい川を作ります。またナノマシンによる土壌排出が進み、植物が根付ける環境が整いつつあります。やがて空は青へと近づき、気温は安定し、風は地球の記憶を取り戻すでしょう。人類が再び暮らせる星へと、火星は少しずつ姿を変え始めています。赤い大地に柔らかな光が広がり、3人の影が静かに寄り添った。滅びた地球の未来を託された者たちがここから歩き始める。人類と AI の新しい時代の幕開けだった。宇宙は因果で満ちているが、最後の一歩だけは計算できない。その誤差としての人間が未来を揺らす火種となる。滅びの先でその小さな揺らぎが再び世界を動かし始めていた。ご視聴
ありがとうございました。この作品が面白いと思ったら、ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。よかったら、また見てね。